追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第2話、最弱の楽園。広間に冷たい沈黙が落ちた。ユーマのカゴアイテムの進化が明らかになった瞬間、王の視線が氷のように突き刺さり、騎士たちの嘲笑が響いた。俺だけ戦闘向きじゃない。坂本和正の剣聖の力は炎をまとい、青山岬の水魔法は虹色に輝く。高橋健吾の錬金術は盾を鋼に変える。どれも勇者らしい力だ。だがユーマのアイテムの進化は何ができるのか自分でもわからない。王がユーマを見下ろしながら腕を組んだ。正直に言おう。貴様の力は魔王戦に不要だ。その言葉が広間に響き渡る。その時、誰かが答えきれず小さく吹き出した。待ってくれ。俺の力はまだ試してもいないんだぞ。ユーマの声が震えた。何かできるはずだ。だが、お前のカゴは補助的なものであり、戦場での即戦力にはならぬ。魔王の軍勢と戦うには、直接的な戦闘能力が不可欠だ。そう。それなら訓練すれば、戦士は力を磨けば強くなる。魔法使いは魔力を鍛えれば威力が増す。だが、道具に頼る力など、どこまで鍛えれば役に立つのかすらわからぬではないか。ユーマは言葉を失った。周囲を見渡すと、騎士たちも王の判断を支持するようにうなずいている。まあ、仕方ねえな。坂本が肩をすくめる。俺たちは魔王と戦うために呼ばれたんだろう。誰が強いか、誰が役に立つか、それが一番大事なんだろう。ごめんなさい。でも、王の判断は正しいと思うわ。青山も静かに言った。魔王を倒すには、きっと強い力が必要だわ。ユーマくんの能力が戦場でどう役立つかわからないなら、戦力として考えにくいのも当然じゃないかしら。ユーマは唇を噛んだ。およ、高橋が低い声で言った。それでも、篠崎は勇者として召喚されたんだ。いきなり戦力外ってのは、あんまりじゃねえか。無論、勇者として召喚されたものを無限には扱わぬ。王は淡々と答えた。しかし、今の段階では、彼を勇者パーティーに加える理由がない。それに、城で彼を養う余裕もない。ユーマの目が大きく開く。つまり、俺はどうなるんだ。お前は旅にでも出てもらおう。王が優先とした態度で告げる。この世界には、多くの町や村がある。お前の能力がどこかで役に立つ時が来るかもしれぬ。お前自身もまだカゴの進化を理解しておらぬであろう。まずは自らの力を知ることだ。ユーマの胸が締め付けられた。つまり俺は追放されるってことじゃないのか。頭の中が真っ白になった。おいおい、本当に放り出すのかよ。高橋が苦い顔をした。それなら、せめて何か支援を。そんな必要はねえよ。坂本が割って入った。支援なんかいらねえよ。こいつの力が戦えねえなら、足手まといだ。坂本の言葉が突き刺さる。ユーマは拳を握りしめた。ふざけるな。俺だって。だが、言葉は喉に詰まった。つまり、俺はいらん。そういうことだな。坂本はためらいもなく言い放った。ユーマは拳を握りしめた。クソクソクソ。けど、何も言えなかった。わかったよ。絞り出すように言うと、ユーマはゆっくりと広間の中央から下がった。よし。話は決まったな。王がうなずくと、近くの騎士が歩み寄り、ユーマに小袋を差し出した。これは、旅の支度金だ。金貨10枚と、最低限の食料。異世界に突然放り出すのは忍びないのでな。ありがとうございます。感謝の言葉を口にしながらも、その袋がひどく軽く感じた。この異世界で金貨10枚がどれほどの価値を持つのか、ユーマにはまだわからない。だが、これが
が自分に対する最低限の施しであり、それ以上は何も期待するなという証であり、そう言われている気がした。これで終わりだ。王は最後に言った。坂本一正、青山美咲、高橋健吾、お前たち3人を勇者パーティーとする。ユーマの名前は呼ばれなかった。坂本は当然といった顔をしていた。青山は少しだけ気まずそうに視線をそらし、高橋だけが申し訳なさそうにユーマを見ていた。では解散だ。王の号令とともに武士たちが動き出す。坂本たちはすぐに武士団に案内され、部屋をあてがわれるのか、それとも訓練場に向かうのだろうか。広間から消えていった。ユーマはただ一人取り残された異世界に召喚され、勇者として選ばれたはずだった。なのに俺だけは不要と言われた。悔しさを押し殺し、ユーマは城の扉を出る。異世界の冷たい風が頬を叩く。力将、行く先は決まっていないけれど、このままでは終わらない。俺の力が本当に役に立たないのかどうか、誰が決めるんだ。王か、坂本か、それとも俺自身か。確かに一度死んだ身だ。生きているのは奇跡かもしれない。でもそれでも唇を噛み、ユーマは小袋を握りつぶすように力を込めた。やってやるよ絶対に。そして一人きりの旅が始まった。続く次回。第3話、初めての進化。